はい、こんにちは。クイックアートのえりです。今日も、マスクシリーズ第3弾ということで、マスクにプリントをしていきたいと思います。裁断したこの生地があるので、これにプリントしてからちょっと頑張って、自分で作ってみたいと思います。今日もパウダープリントで作るんですけども、今まではプリンターを使ったやり方を紹介しましたので、今日は、手書きのパウダープリントを紹介したいと思います。私のちょっと一押しペンだけに絞って今日はやりたいなと思います。はい、キットパス。これはですね、水溶性チョークです。で、これですね、窓ガラスなんかにも、かけるような素材なんですよ。すごい色がはっきり出て、すごい可愛いんです。発色が良くてすごいお気に入りです。これで、さらにクイックアートで販売しているこのジェルペン、これも使います。48本も入ってる。はい、これもラメとかこう結構キラキラした色とかもあるのと、1ミリの線が表現できるので、はい、これも大好きなペンです。あとはちょっと今のと似てるんですけども、皆さんおなじみのこのサラサのジェルペンですね。はい、これも 0.7 ミリとか 0.5 ミリとかいろいろあるんですけども、このペンも結構身近だと思いますので、この3つをちょっと今日は使っていきたいなと思います。今回その絵を描くにあたり、自由に描いてももちろんいいんですが、ちょっと下絵を用意しました。こういう絵をこうプリントしたいと思います。反転印刷をしています。文字がないので、逆になってもそんなに支障はないんですけど、やっぱりこっち向きがいいなっていうのがあるので、ちゃんと反転して普通紙に印刷しておきました。で、これがパウダープリントシートですね。だいたい同じぐらいの大きさに切りました。ちょっと余白を残して、はい。で、このツルツルしている方、印字がない方に、先ほどのペンで描くんですけども、これ LED トレース台っていうこういうのもクイックアートにあります。これはすごくシンプルなんですけど、こうやって明るくなるので描きやすいです。すごく、はい、このままでも、見えるんですけど、やっぱりこっちの方が断然見えやすくなりますね。ちょっとこの細かいところとかがある絵を選んだので、これがあるとすごく便利です。どうしようかな。まずじゃあサラサのこのサラサクリップからいきます。これは 0.7 ミリの線なんですけど、はい、やっぱりこういう細い絵を描くにはこれいい。パスすごい可愛いですね、やっぱり。で、うちのこのジェルペンを使います。このキラキラっとしてるのがすごいお気に入りですラメラメ
で可愛いですね。はい、もうちょっと絵ができてきたので、ちょっと LED から外して描きます。その方が多分見えやすいかなと思いますね、この動画にした時に。はい、まあ簡単ですけど、このように絵ができました。必ず余白のところを持ってください。で、実際にプリントするのがこのマスクです。ここに横にこういう風に入るようになります。はい、では転写をしていきます。ここからは手順は一緒ですね。今描いたシートを商品に入ってるこの A3 サイズの普通紙の上にこう置きます。パウダーですね。これを上にまぶします。これはまあ小さいんですけど、まあ大体でいいんですが、こう真ん中にこう落としてください。この線になるように落としたら、両端の余白のところを持って、こうやって紙をたゆませてさっと粉を全体に通します。で、このままくるっとひっくり返して、しっかりこう力を入れて裏から叩きます。はい、これで大丈夫です。分かりにくいんですけど、うっすらついてます。はい、で今下に落とした粉をまた袋に戻しておきます。はい、ここからは、いよいよこの生地にプリントしていくんですけども、こういうアイロンマットがあれば一番いいんですけども、まあ、ない方が多いと思うので、これ新聞紙ですね。これちょっとやりやすいように小さく折りたたんで、こうやってセロテープで留めてるんですけど、まあ、全然1日分の大きいままでも大丈夫です。で、まあ、だいたいマスクこの上に置きますね。マスクの方がちょっとだけでかいんですけど、まあ、プリントが入るからよしとしましょう。で、今描いたこれですね、パウダーをまぶした後のシートを上に置きます。はい、でこの一発で位置を決めてください。で、上から、商品に入っているシリコン紙をのせます。はい、でアイロンは、中温ですね。150度ぐらいの温度で、今のこれをこういう感じで最初アイロン滑らせて仮押さえをします。そしたらここからはこうぐーっと力を入れてください。体重もしっかり乗せて、こう縦に押し込むような感じでぐっと押さえます。マスクはまあ小さいので大丈夫かなって思うんですけど、こうやってやっぱりアイロンのこの穴ですねが開いてるので、向きをこう変えてもらいながらこうしっかりプレスしてください。はい、だいたいこんな感じですね。ちょっと剥がしてみます。いきます。あ、大丈夫ですね。ちょっと甘いかなっていう、ちょっといってないなっていうところがあったら
紙にこの色が残っていたらですね、もう一度押さえます。でまたちょっとキットパスがこの生地少し弱いようなので粉を少し足します。この先ほどのパウダーにこの綿棒で少し粉を取ってこの紙に残っている部分、こういうのは大丈夫なんですけど、ちょっとついてないなーってサイプレスでももしいかなかったらちょっとこうやって薄く伸ばしてつけてください。これ追いパウダーですね。ではまためくってみますね。これはもうめちゃくちゃ綺麗ですよね。はい、ちょっと追いパウ後なのでいきましたね。これ綺麗。きました。こんな感じでできました。ちょっとだけキットパス、おそらく厚みがあるのでちょっとこの生地に入らなかった部分も少しあったんですけど、もう全然大丈夫ですね。で細いジェルペンとかのサラサのペンに関してはもうめちゃくちゃ綺麗にはっきりできてますね。もう一個番外編としてちょっと手書きメタリックのやり方も紹介したいと思うので、ちょっとサラサクリップを使ってもう本当にワンポイントなんですけど絵を入れます。例えばこういう感じで適当に黒一色で全然いいです。こんな感じ。はい。で、本当に少しだけちょっとこういう絵を描きました。はい。で、先ほどと同じなんですけど、パウダーがたくさん出ちゃいました。はい、もうこれで終わりですね。はい。はい。で、もう一方のこっち側にやります。はい。これの下の方、この辺がいいかな。可愛いかな。はい。つけまして、またパウダープリントをします。はい。これも楽々ですね。めくります。はい。簡単。今の絵がこっちに移りました。はい。この転写したものをちょっとティッシュを1枚用意してもらって、これ小さいんですけども、小さくティッシュも折りたたんで、こういう感じでちょっと絵全体をこすります。はい。こうすることでちょっと表面が荒れてメタリック加工がしやすくなります。はい。ここからは何色のメタリックホイルでもいいんですけど、ちょっとここにゴールドの余ってるのがあるので、ゴールドは使いたいですね。はい、ゴールド。でシルバーもシルバーじゃない、ごめんなさい、ブルーもあったので、
適当にこうやって2色にしますね。はい、でシリコン紙を置いてまた押さえる。はい、押さえました。まずシリコン紙だけ取って、あ、もうでも冷めましたね。ちょっとめくってみます。よいしょ。あ、見てください。ちょっと細いんですけど、綺麗にこのメタリックが手書きパウダープリントの上につきました。はい、ちょっとこの引っ張られるようにちょっとこうやって引っ張られちゃってうまく取れない時はもう一回プレスするといいですね。でこの時ここだけをなるべくやってください。プリントしたところにもう終わったところにかからないように、はい、ちょっともう一回逆に押さえてしっかり冷えてから剥がせば大丈夫だと思います。このちっちゃいのさりげなくて可愛いですね。細いんだけどしっかりキラキラしてます。はい、もういいかな。もう一回剥がします。よいしょ。あ、はい、できました。こんな感じです。でさっきちょっと追いパウをしたせいでちょっとこの透明な皮膜が出たので、このセロテープですね。でちょっとペタペタっとします。そうするとこう皮膜が取れるので、この気になる人はこうやって処理してもらっていいかなと思います。じゃあここからはマスクを手縫いで頑張りますここからはマスク作りです。はい、じゃあこっち手書きパウダープリント、こっち手書きパウダープリントプラス、メタリックをマスクの形にしていきます。はい、できました。お、あ、結構大きいすっぽり。はい、できました。とさりげなくメタリック、はい、ちょっと即席で作ったマスクです。はい、こんな感じです。今回は手書きパウダープリントシートを使ってのハンドメイドのマスクに手書きパウダープリントをしました。はい、今回こう使用したペン、こういうもの以外にも例えば、プレパスとか、ケコペン、こういうものも使えます。で詳しくはページの方に出ていますのでぜひ、ご覧になってください。今こういうオンラインレクチャーキットっていうものもやっています。これはですね、この通常の手書きパウダープリントシートに、このような素材ですね、ポーチやペンケースや、ファイルバッグ、これが選べるようなキットになっています。でこちら YouTube で、一緒に作れる動画があります。初めての方も、じっくり作り方を見ながらできるキットになっています。ぜひぜひチェックしてみてください。はい、それではありがとうございました。